皆さんこんにちは。今日はこの2つのペール缶を使ってロケットストーブを作ります。前回スノーピークのこの小さい方のクッカー、このクッカーでお湯を沸かすことにチャレンジしました。結果は大成功だったんですけれども、今回はスノーピークのクッカーセット、大きいクッカーと小さいクッカー、このセットをそのまま使って同時に調理できるようなロケットストーブを作ってみたいと思います。詳しい解説は後ほど。それでは工作スタートしましょう。今回もこのハンドルは不要なので、この部分から全部取り外してしまいます。今回は薪の投入口を下側に大きく取ります。なので下方向大きく開けるんですけれども、前回ねこの金切りばさみを使うことで金属の粉を出すことなく比較的簡単にカットすることができましたので、今回もこのハサミを使ってカットしたいと思います。まずハサミを入れるための穴を開けていきます。前回同様 50mm のホルソーで穴を開けていきます。はい、今回穴の加工はこの2箇所だけです。ペール缶を前後に接続します。接続に使うのはこのペール缶用のバンドです。困ったことが起こりました。このバンドが使えません。レバーが閉まらないんですよね。どうやらペール缶のこの縁の部分の形状に問題があるようで、こちら側とこちら側の縁の形状が若干異なるんですよね。それぞれにはきちんとね閉まるんですよ。ところがこの2つを重ねるとね、ここの形状にうまく合わないようで、このロックの部分をね閉じることができません。閉じることはできないんですけど、全然外れることもないので、実験ですしね、このまま使ってみようと思います。はい、今回のロケットストーブですけれども、上下に同じ面積の穴を開けています。下側が薪の投入口兼空気の取り入れ口、上側の穴が排気口です。今までに何度かお伝えしていますけれども、私は薪を横方向から入れるこういうタイプの焚き火台、ロケットストーブがあまり好きではありません。薪を横に入れるよりも薪を立てて入れた方が燃えやすいからです。なぜかというと、この薪と薪の間、この部分が煙突になって縦向きに入れた方がよく燃えるからなんですね。当然
焚き火をするときにはこういう風にきれいに薪が揃うわけではありません。こんな風にいろんな向きになるんですけれども、横向きにするよりも縦向きにした方が断然よく燃えます。なので今まで作ったほとんどのロケットストーブは穴があってもそれは空気の取り入れ口、薪は上の方から投入するといったタイプがほとんどでした。今回はこの上側は排気のための穴というふうに考えています。当然ここから薪を投入することもできます。でもロケットストーブって燃え始めるとここからどんどん炎が飛び出てくるんですよね。なので炎が出ているところに薪を投入するのはちょっと危険です。なので今回薪は下方向、ここから投入していきます。そしてこの天板ですけれども、これですね、スノーピークのクッカー、大きいタイプと小さいタイプありますけれども、その2つのクッカーが同時に乗せられるように考えています。考えていますというより、乗せてみたらぴったり乗っかったという感じですね。なので今回はこういう風に使ってみたいと思います。前回はこの半分だけね残して、こちら側半分を煙突にして小さい方のクッカー、これでお湯を沸かしました。その時排気が上方排気、燃えた炎がそのままストレートにここの穴から上に向けて出ていましたので、排気効率は非常に良かったと思います。ですが今回横方向に排気されます。もともと空気というのは壁の面を伝って流れていきやすいという特徴があります。ですが熱くなった空気、膨張した空気というのはなるべく早く解放されたいので近道をする特徴があります。なので今までの経験ですと、まっすぐ上がってきた排気はここの壁の面を伝って流れていくのではなくて、ここから直接ここの排気口を目指します。なのでこのペール管の表面の塗装はこう斜めにね剥がれていきやすい。この部分があまり熱くならないんですよね。排気口の真上の部分、ここが一番熱くなるんじゃないかと思います。まだ実験していませんのでね、そのあたりはよくわからないですけれども、とりあえず燃焼実験やってみたいと思います。天面の色の
変化をね先に見たかったのでクッカーは取り外しました。今塗装がねどんどん燃えている最中です。もう少ししたらねこの煙も出なくなるんじゃないかと思います。煙が出なくなったのでクッカーを置きたいと思います。はい、今火が消えました。クッカーで沸かそうと思った
お湯なんですけど、沸騰しませんでしたね。もっとボコボコ沸騰するぐらいになるかと思ったんですけど、全然そんなことありませんでした。そしてロケットストーブの天面の状態、こことここ、色がちょっと薄いですよね。ここクッカーを置いてたところです。クッカーを置いてないところは真っ黒になってます。私の予想ではこの排気口の真上あたり、この辺りが真っ黒になるんじゃないかと思ってたんですけど、そんなことないですね。これ全体が熱くなってたんじゃないかと思います。そして炎もね、映像の方でご覧いただいた通りなんですけれども、すごい勢いで出てましたよね、ここからね。なので最初ね、火をつけたところからここの上にねクッカーを置いておけば沸騰していたかもしれません。塗装がペンキを塗った感じのものとは違うので、炎の通り道がねよくわからないですね。ちょっと残念です。でこのペール缶バンドね、ロケットストーブとしては簡単にできるし、ペール缶をねこういう風に上下つなぐというのもなかなかいい方法じゃないかと思っています。ただこのロケットストーブを使って料理をしようっていう風に考えた時に、この天面のこの場所、このスペースを有効利用しようと思うと、このねロケットストーブの大きさというのは結構大きいと思うんですよね。もちろん薪をどんどん投入すれば熱量は上がりますし、料理もね簡単にできると思うんですよ。でもロケットストーブとしてね、もっとコンパクトにまとめて少しの薪で効率よく料理できるような、そういったものをね今後考えていきたいと思います。はい、それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。